皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様です。ババアの文具動画を上げるゲームチャンネルへようこそ。本日はですね、早速ですが、ヨボとボックの違いについてお話しします。お腹鳴っちゃった。ヨボとボックの違いについてお話しします。この2つを分かっているだけで、一気に2部スワップが簡単になります。あれ？これとこれ合ってんの？これとこれ合ってんの？ってあまり考える必要がなくなるので、ぜひ見てってください。動画に映ってるこのあたりはただ見せつけたいだけです。なんとなく2部スワップの雰囲気出るでしょ？まあダイソーなんだけどね。このケースもダイソー、これもダイソーだし、これもダイソーね。以前ペン BBS のパーツの動画出しましたけど、100均のこのケースに綺麗に収まるのね。どうやって説明するかなって考えた時に頭に浮かんだのが片桐はいりさんなんですね。説明にぴったりなんですよ。なので片桐はいりさんをバンバン出してきますけど、訴えられないように宣伝もしときます。今年の夏にカート神奈川で彼女の舞台があります。ぜひ見てってください。多分これでスターダストを訴えてこないはず。訴えられても払う金ないです。これね、難しく考える必要ないです。ただ少し海外レビューよりも分かりやすい視点でお話しします。ぜひ参考になさってみてください。スワップしない方もね、あ、こんな違いあるんだなと片桐はいりさんをお借りして説明します。まずヨボとボックの違いですね。これらみんなサイズ6です。なんでわざわざサイズ6って記載するのかというと、世の中にはサイズ6の2部ともうちょっとちっちゃいサイズ5の2部があります。でもスワップするにあたってサイズ5の話をすると混乱するので、しばらくはサイズ6で統一してお話しします。で、皆さんこれどう思います？ヨボとボック互換性あると思いますか？壁子、ジュンハオ、ペン BBS もすべてサイズ6です。ちなみに慣れてる人でもこの見た目だけじゃわからないです。ヨボのオリジナルのペンユニットとボックのオリジナルのペンユニットになります。ペンユニットっていうのは2部とフィード、ペンシンとこの入れ物、ハウジング3セットでユニットって言います。大きく違うのはこのネジネジですね。ボックの方がちょっと下にあって、ヨボの方が若干上にあります。これを見るとわかるようにボックの方が若干太めです。こちらがヨボのサイズ6。そしてヨボの特徴として先端がちょびっと気持ち長い。今後ペン BBS のスワップ出てきます。その時にもお話ししますけど、ヨボの2部は若干この辺りがペン先が長いと覚えておいてください。ペン BBS の308だけは2部スワップから除外してください。こちらはヨボの裏側です。ペンシン側ですね。2部とペンシンの合わせ方なんですけど、ペンシンの上のこのフラットな部分と2部のフラットな部分の厚みが同じところに合わせます。ここね。横から見るとこんな感じ。ペンシンが上すぎても窮屈だし、下すぎてもペン先が長すぎて不格好になります。ペンシンのこのフラットの角部分が2部のこのカーブにぴっちり合うようにセットしてください。なんかさ、ムーンマンの M800 の人気が高すぎてほとんどもう売ってないんだよね。ボック2部付きムーンマン M800 がね。それについていたボック2部です。比較的よく見るペンシンの形ですね。全く同じとは言いませんけど、こういう形が多いと思います。先ほどと同じようにペンシンのフラットな部分の角っちょをちゃんと2部のこのサイドに合わせる。ペンシンのフラットな幅と2部の幅を合わせるとこのカーブと一致するよ。入れれば勝手にこのぐらいのセッティングになるので、これわざとずらしたんですけど、このぐらいのズレだったら抜き差ししなくても指でちょっと押せば治ります。2部スワップするにあたって最大の難関がヨボなんです。なぜかというと、ヨボのペンシンが片桐配慮をしてるんです。非常に特徴的なの。頬が張ってるってイメージかな。ボックのユニットはほとんどの2部を受け入れます。ただヨボのユニットは受け入れない2部が時々出てきます。個体差でたまたま合わなかったりだとか、相性が悪かったりっていうことは稀に発生します。2部スワップ愛好家が愛するペン先を販売している会社がほぼヨボなんです。ほぼヨボで作成してるんです。それで私はランガで全てヨボスリットにしたんですけど、以前の動画で
自社2部製造するっていうようでお話ししたんですけど、キンキラキンの2部が主役に見えて、実はこのハウジング住宅ですね、あとペンシンフィード、人間に例えましたけど、この2つが主役なんです。なのでそのあたりを注目して聞いてみてください。この時点で違い分かったらすごいと思います。ヨボのペンシンが片桐入りしてるの分かります？ボックのペンシンは片桐入りしてないんですよ。頬骨がないんです。でもヨボのペンシンはめっちゃ頬骨張ってるんですよ。めっちゃ張ってる。これ見た時に私片桐入りだと思った。この片桐入りさんしてるヨボのシーンと片桐入りさんしてないボックのシーンで説明していきますね。実践して説明していきます。ヨボのペンシンは片桐入りと覚えてください。ヨボのペンシンは片桐入り。片桐入りを知らない人も片桐入りと覚えてください。それでは分解していきます。こちらがヨボのペンシン、こちらがボックのペンシンです。こちらが全部サイズ6です。このラインで攻めていきたいと思います。どう検証するかというと、ペンシンの上で2部をスライドさせます。こんな感じでね。こんな感じで。で、ペンシンと2部が合ってると、この通りに綺麗にスライドしてくれます。ただ、ペンシンが片桐入りをしていると、2部のカーブと合わなくて、こう浮きます。ペンシンが合わない場合は、こんな感じでペンシンと2部に隙間ができます。そうするとインクが出なかったり、すぐスキップしたりという現象が問題が発生します。なので2部スワップする前にこう前後させて隙間ができないか、こう浮かないかどうかをチェックするといいと思います。ボックは性質上ほとんど合うことは実証されているので、これは今回省きます。わがままバディのヨボのペンシンをこれから一緒に検証していきましょう。エントリーナンバー1番、ボック。じゃあ行きましょう。今、ヨボのペンシンの上でボックの2部を走らせてます。このエラが、お互いエラ張ってるので、ぶつかり合うことがない。つまりこれは使えるってことですね。浮いてないでしょ？さっき言ってた部分が浮いてない。なので、ボックはヨボユニットでも使用可能です。エントリーナンバー2番。ヨボ。もういちいちうるさいよね。当たり前なんですけど、何の問題もなくスライドしますよね。だってヨボのお洋服だもん。ヨボのお洋服だから、それは合いますよね。全く問題ない。ここの正しい位置に合わせた場合に、全く浮いていない。合格です。エントリー3番、カベコ。先にネタバレすると、カベコはボックのサイズ6。大丈夫だね。いけるね。正しい位置に合わせた場合に、ペンシンと2部の隙間が空いてない。これは使えるということです。よかった。ボック2部でも使えてよかった。エントリーナンバー4番、ジンハオ。いちいちやらなくていいよね。やらなくていいんだけど、もう始めちゃったからね、言わせて。ジンハオの評価も、海外愛好家、テスペン愛好家の評判高いです。みんなジンハオにしてるっていう方もいらっしゃいますね。インスタ見てると。すごいですね。一切の浮きがない。さすがにこのペン先まで行くとちょっと浮くけど、一番ベストな部分に合わせた場合に浮かないので、これも使えます。続いてはエントリーナンバー5番のペン BBS のファインです。スライドさせていきましょう。わかります？浮きますね。この正しい位置に合わせた場合にちょっと浮くな。隙間空きますね。このスライドした場合にすごい浮くので、これはね、合わない可能性が高いです。エントリーナンバー6番、ペン BBS のエキストラファインです。これも浮きますね。ペン BBS とヨボのフィードの相性は悪い。正しい位置でも浮くもんね。
片桐入りのエラが邪魔して正しい位置でも浮きます。浮くもんね。答えは1つって言ったんですけど2つでした。ペン BBS 両方とも合わないです。合わない要因は実はもう1個あります。実はもう1個あるんで最後まで見てってください。こちらは二大勢力なのになぜか仲のいいヨボとボックです。オリジナルですね。で、フィードに合うかどうかと同じぐらいにこちらの曲線も重要です。似てるの分かります？これからどんどん比べていくのでこの曲線覚えておいてください。これだから両方スワップできます。たびたびヨボのフィードにはボックの2部はスワップできないっていう記事も拝見するんですけど、これは本当人それぞれ、その答えに原因あるのかどうかわからないけど、私の場合はスワップ可能でした。次はヨボとペン BBS を見てきます。ヨボがカーブ丸いのに対してペン BBS は若干フラットなんですよ。このヨボの2部の方が若干丸みがあってシュッとしてるの分かりますかね。ペン BBS の方は少し幅があってかつ気持ちフラットな感じ。こう見るとヨボよりもペン BBS に気持ち幅が持たせられてるの分かります？この違いがペン BBS が差し込めない理由です。たとえフィードに合わせたとしてもハウジング住宅のサイズに合ってないと差し込むこともこれはできないです。奥にギュッて詰めることもできないです。ヨボの住宅に関してはね。でも片桐入りしてないボックの方には刺さります。たったこれだけの違いでほんと繊細ですよね。繊細だけどね、結構自由度高いからそこまで警戒する必要はないと思います。ついでなんですけど、インドで一番有名なカンライトというブランドの2部です。細字になります。浮かずにスライドできてるの分かります？浮かずにスライドできてるんですけど、トラップがあって、このカーブを見てみましょう。この差なんですよ。これもカンライトの方が幅が広い。分かりにくいけどね、この曲線が異なってワイドだから奥まで差し込めないの。ペンシンとの背中の相性は合ってるんだけど、差し込むこの口が幅が広くてヨボのハウジングと合わないからギュッと奥まで差し込めずに使えないの。もちろん片桐入りしてないボックのユニットとは合います。こんな感じで片桐入りしてるヨボのペンシンは気持ち癖があるよというお話でした。ついでなんですが、ペン BBS のエキストラファインはここが E 表示になってます。筆記体の E ですね。ペン BBS のファインはこちらが筆記体で F 表記になります。肉眼だと細すぎて少し分かりにくいかも。海外の人が見ても分かんないだろうね。片桐入りっていう万年筆用語が日本にあるのかと思うかもしれない。普通の人がこういう顔だとして、こちらが片桐入りさん。訴えないでね。こちらが片桐入りさんね。ボブが似合うんでボブにしてみました。で、普通はヘルメット普通に入るのに、普通はヘルメットがしっかり入るんだけど、片桐入りさんの場合はここの頬骨に引っかかっちゃって浮いちゃう。ヘルメットが浮いちゃうイメージ。ほんとひどいね。訴えられろ。ぜひ参考にしてみてください。一日お疲れ様です。またね。おやすみなさい。